もしも年金制度がなかったら、年を取ること自体が不安として積み上がっていく。まだ暗い早朝、古いアパートの廊下をゆっくり歩く男がいる。手には安いコンビニのコーヒー。もう60代の後半だった。今日も男は清掃の仕事へ向かう。エレベーターの鏡に映る顔は若い頃よりかなり老けて見えた。そしてつぶやいた。長生きするのも怖いな。それでも仕事へ行く。一日休むだけで来月の家賃が苦しくなる。この世界には老後を支える仕組みがない。若い頃に貯めた人だけが年を取ってから休める。貯められなかった人は働けなくなるまで働く。駅前のコンビニでは白髪の店員が増えていた。深夜のスーパーでも老人がレジを打っている。若い頃の男には好きな人がいた。明るくてよく笑う女性で、周囲からも好かれていた。一緒にいると自分までまともになれた。だが付き合いが長くなるほど二人の会話は少しずつ変わっていく。結婚した後、老後はどうするのか。子供ができたらどこまで支えられるのか。彼女は責めなかった。ただ将来を不安がっていた。男も同じだった。好きだけで結婚できるほどこの世界は軽くない。30代に入る頃には周囲の友人たちも変わり始める。安定した会社にいる人から次々に結婚していった。飲み会の話題も少しずつ変わっていく。昔みたいな恋愛話より何歳まで働けるかを気にする人が増えた。転職の話をしていても最後は貯金の話へ流れていく。好きな人ができたとしても将来を考えた瞬間、関係が止まることもある。恋愛の途中なのに現実だけが急に入り込んでくる。街を歩いていると若者より老人の方が働いていた。配達員の老人も深夜清掃の老人もこの街では珍しくない。子供たちはその景色を見ながら育つ。だから若い頃から恋愛より貯金を優先する人も増えていた。同級生の中には20代のうちから結婚を諦める人もいる。好きになっても老後まで支えられる自信が持てない。逆にお金を持っているだけで愛情より安心を選ばれることもある。年を取ることが怖い社会では人は少しずつ恋愛にも慎重になる。そしてその空気が街全体を静かに変えていた。男はある日、駅前の広告をぼんやり見ていた。老後資金の相談会という文字が大きく並んでいる。若い頃なら気にも留めなかった内容だった。だが今はその広告だけが妙に頭へ残る。帰り道、男はスーパーへ寄った。
半額シールの貼られた弁当を無言でカゴへ入れていく。周囲を見れば同じような老人ばかりだった。誰も贅沢はしていない。ただ静かに少しでも安いものを探している。男はふと昔付き合っていた女性を思い出した。あの時結婚していたらどうなっていたのか。一人で老後を迎える夜は時々その想像を連れてくる。数日後、男は古い通帳を机へ並べた。若い頃からの残高が少しずつ減っている。旅行へ行った記録もない。高い車を買ったこともない。それでも老後を支えるには足りなかった。男は昔の友人へ連絡を入れる。久しぶりに会った友人はまだ工場で夜勤を続けていた。膝を痛めてもやめられず、病院へ通いながら働いている。その帰り道、友人が急に立ち止まった。街灯の下でしばらく膝を押さえている。男は声をかけたが、友人は大丈夫だと笑っていた。だが次の瞬間、友人はその場へ崩れ落ちる。通りかかった若いカップルが慌てて救急車を呼んでいた。サイレンの音が近づく中、友人は苦しそうに息をしていた。その姿を見ながら、男は何も言えなくなる。数日後、友人は職場へ戻ってきた。医者には休めと言われたらしい。だが休めば生活が終わる。友人は前より静かになっていた。帰宅した後、部屋の静けさだけが残る。テレビでは若い芸能人が笑っている。だが男には別の世界の話に見えた。最近は恋愛をする若者も減っている。好きになる前に将来の生活費を考えてしまう。男の職場にも結婚を諦めた若者が増えていた。その中の一人がある日会社を辞める。理由は恋人との別れだった。子供を望まれていた。だが男には老後まで支えきれる自信が持てなかった。別れ話の後、何日も仕事へ来られなくなっていた。昼休みになると、投資や節約の話ばかり聞こえてくる。昔みたいに好きな人の話で盛り上がることは少ない。男はその空気を見ながら少しだけ胸が苦しくなった。本来なら若い頃にしかできない失敗もある。無駄だと言われる恋愛にも人を変える力がある。だがこの世界ではその余裕が少しずつ消えていた。男はその夜、古いアルバムを開いていた。写真の中ではみんなまだ若かった。居酒屋で笑っている友人たちも、海へ出かけた時の恋人も、老後の話など一度もしていない。男は休日になると近所の公園を歩くことがあった。昔より子供の声が減った気がしていた。ベンチに座っているのは疲れた顔の老人ばかりだった。この世界では年を取ることが希望になりにくい。長生きするほど
お金の不安が増えていくからだった。若い頃は老後なんて遠い話に見えている。だが30代に入った頃から人は未来を逆算し始める。結婚できるのか、子供を育てられるのか、老後まで働き続けられるのか、その計算が恋愛の途中へ入り込んでくる。好きな気持ちだけでは前へ進めない瞬間が増えていく。実際、男も昔の恋人を失った。嫌いになったわけではない。ただ将来を考えるほど二人とも不安が大きくなっていった。あの時もし老後を支える仕組みがあったなら、二人の選択は少し違っていたのかもしれない。町では今も老人たちが静かに働いている。深夜の清掃員もスーパーの店員も配達を続ける老人も誰かの親で誰かの若い頃だった。若者たちはその姿を見ながら恋愛より先に将来の不安を覚えていく。好きになっても老後まで支えきれるのかを考えてしまう。この世界では恋愛の前に計算が始まる。だから人は少しずつ心を守るようになる。傷つかない相手を探し、失敗しない選択ばかり増えていく。だが本来、恋愛はもっと不器用なものだった。釣り合わない恋もあった。将来なんてわからないまま、誰かを好きになることもできた。老後のお金を理由に、好きな人を諦める必要もなかった。不安定な未来ごと、二人で抱えることもできた。年金制度とは、ただ金を配る仕組みではない。老後への恐怖を少しだけ軽くする仕組みだった。そしてその安心が人を恋愛や人生へ向かわせていた。男は帰り道、駅前で笑っている若い恋人たちを見ていた。将来のことなんてまだ何も決まっていない顔をしている。それでも二人は同じ歩幅で歩いていた。男は少しだけ昔の自分を思い出していた。あの頃も不安がなかったわけではない。それでも今よりは未来を怖がりすぎずに済んでいた。人は安心できるから、誰かを好きになる勇気を持てる。失敗しても生きていけると思えるから、無茶な恋にも踏み出せる。本来の世界では、そういう自由が当たり前に存在している。だがその自由は、誰にも意識されにくい。男は立ち止まり、駅前を歩く若い恋人たちをもう一度見た。小さく笑いながら、同じ方向へ歩いている。そして男は静かな夜の中へ、一人でゆっくり帰っていく。そして小さくつぶやいた。長生きするのも怖いな。